皆さん、こんにちは。今回は原子グラドン、原子海洋画、色違いのメガレックーザを作っていこうと思います。まずは原子グラドンから。まず素材として使うのはこのおゆまるくん。原子グラドンは体の中がマグマのように透けているので、このおゆまるくんがメインのパーツになります。形を整えたらレジンでコーティング。完全に透明ではないけど、うっすら透け感のある体に仕上がりました。口の中はオレンジなのでクリアっぽい塗料で塗ります。コンビニの茶碗蒸しの容器にレジンを注ぎます。炎タイプのポケモンたちに真っ赤にしてもらいましょう。こちらは後でドロドロのマグマの土台になるのでお楽しみに。粘土部分の製作に取り掛かりましょう。メタモンを真っ黒にしてもらって薄く伸ばしていきます。ある程度固まったらカッターで切ってお腹に貼って模様を切り抜いていきます。黒くなってもらったけど今度は真っ赤に燃えてもらいます。こちらも薄く伸ばし、乾いたらカッターでカット。端っこの部分はハサミでどんどん切っていきます。こちらはどこのパーツか分かりますかね。パーツの答え合わせの前に頭の部分を作ります。先に目の位置を決めたら先ほどのパーツを貼り付けていきましょう。ひび割れたようなグラードンの外角ができました。こちらは手のひらの部分です。パーツが薄いと黄色が出づらいので白く塗ってみました。白く塗ってもそんなに黄色くはないですね。足も一気に作っちゃいましょう。くり抜いたら白く塗って上におゆまるくん、そして黄色いレジン、赤い粘土を貼って爪をつけて足の完成。もう片方はめんどくさいのでメタモンに変身してもらいましょう。またもや乾いた粘土の登場。こちらは細かく三角のパーツを無数に作っていきます。こちらは刃になります。なくなるのでたくさん用意しておきましょう。足と手をつけて最後に頭と思いきやこちらの黄色い塗料を使います。マグマ部分の模様を一つずつ描いていきます。最後にお待ちかねの顔パーツをつけて横のトゲをつければ原子グラドンの本体が完成しました。こちらが先ほどの土台。しっかり固まったので力ずくで剥がしていきましょう。グルーガンでマグマのドロドロとしたうねりを表現していきます。上から黄色い塗料で塗るとほら結構マグマっぽい。グラードに乗ってもらってロトムくんのライトアップ。結構透けてマグマっぽいでしょ。原子グラドンの完成です。次は原子海洋画に行きましょう。メタモンには白い粘土になってもらいます。原子海洋画はレジンを使うのでこの粘土が固まったら型を取っていきます。原子グラドンに水を沸騰させてもらいましょう。本当は沸騰はしてないです。
おゆまるくんを入れて緩めます。こちらがレジンの原型。おゆまるくんが打つうちに型を取っていきましょう。どこのパーツかわからないと思いますが、後でしっかり出てきます。こちらはわかると思いますが、ボディの部分になります。トリトドンの口からレジンを吐き出してもらいましょうと思ったのですが、目から出てますね。ああ、手が映っちゃった。レジンはオレンジ色にします。型を取ったおゆまるくんに流し込んで、グミみたいなちっちゃいオレンジの丸ができました。こちらは薄い黄色のレジン。先ほどのオレンジの丸を中に入れ込みます。こちらは海洋画の中の核みたいな部分になります。二重構造のレジンの玉ができました。あんまり中身は見えません。周りにはポツポツとした突起があります。横に3つずつついているのでくっつけていきましょう。胴体全体は薄く透けています。ちょっと青を足したレジンを流し込んでいきましょう。先ほどの核を入れ込んで全部埋めていきます。こちらは目の上の部分にあるシャチみたいな模様のところのオレンジ部分です。中にこういう感じで貼り付けました。ここまでいったら最後までレジンを注いで硬化していきます。レジンは硬いので手を切らないように慎重に取り外しましょう。上にだいぶ余分ができたので電動ヤスリで削りました。ザラザラになった部分は上からレジンでコーティングすればこの通り。皮というか青い部分を作っていきましょう。一通りかぶせたら模様通りに切り剥がしていきます。模様がしっかり見えますね。切っては剥がし、切っては剥がしを繰り返します。スルスル取れて結構気持ちいいです。ちっちゃいカッターマットを準備。マニューラにカットの作業をお願いしましょう。綺麗な丸ができました。頭のてっぺんに貼り付け、瞳を描いていきます。瞳が描き終われば下のまぶた、そして上の青いライン、体のラインとつけていきます。腕の製作に取り掛かります。こちら腕の中にある黄色い模様の部分になります。ヒレの大元につけてレジンを流し込みます。なんとなく見覚えありますかね。右のが失敗作、オレンジが濃くて黄色が薄いです。左のは黄色のシルエットも割と見えますね。青い粘土を貼り付け模様通りにくり抜きます。水色のラインも同じやり方でくり抜いていきます。端っこのラインはカクカクしているので乾いてから切りました。ヒレの真ん中には赤と青の模様、そして爪のように見えるヒレの先端を貼り付けます。こちらの棒は尾びれの隙間になります。こんな感じ。まだパーツをくっつけてない自由な動きができる原始海洋画くんです。
腕と尾びれを取り付けて本体完成。ちょっと薄暗いけどライトを照らすとこんな感じ。結構原作通りに光ってるような気がします。中の角の部分はもう全然見えません。土台を作ります。トリトドンとロトムにガブ飲みした水を吐いてもらいましょう。こちらも固まったら頑張って引き剥がしていきます。これが硬くてね、結構手が痛い。周りのバリをカッターで取り除きます。水面の表現をするために適当にレジンでちょんちょんと模様をつけていきます。まあ今日はこんなもんでいいでしょう。ロトムくんのライトアップ。原始海洋画の完成です。最後は色違いのメガレックーザを作ります。メタモンに黒くなってもらって引きちぎっちゃいます。黒い粘土を合わせて端っこを切り落とします。サイドの模様を埋め込みます。こちらは手のひら。指は3本、手首もあります。メタモンまた登場。同じように黒くなってもらって、今度はメガルチャブルに真っ平らにしてもらいましょう。平らになったらマニューラのカット。どんどんバラバラにしてもらいましょう。原種のレックーザと同じように体の各パーツには赤いラインが入っています。こちらは顔の横の部分の装飾です。同じように赤いラインが走っています。同じようなパーツをどんどん作ります。こちらは顔部分。細かい作業ですがクオリティを左右します。一目をつけて下顎。口の周りも赤いラインがあります。固まった粘土を細く切って赤い歯を生やしていきましょう。一目を塗ってみたけどなんか怖いですね。こちらは頭の上の模様。何かの文様のような形をしています。頭に貼り付け角も生やします。各パーツを組み立てていきましょう。みんなに手伝ってもらって一つにしていきます。ドーブルは重たそうですね。みんなで協力して持っていきましょう。周りの装飾。腕をつけて大元は完成しました。体の周りのオレンジのヒョロヒョロを作っていきます。およまるくんを薄く伸ばして紐状にしたりペラペラにして形を作っていきます。こんな感じにできました。ヒョロヒョロ部分は色が黄色いのでレジンでコーティングをしていきます。塗ったら硬化、塗ったら硬化を繰り返していきます。胴体にはオレンジ色の玉みたいなのがいくつかついています。透明感があるのでレジンで作りました。
若干グラデーションにしたのがこだわりポイント。顔の横のヒレ、このヒレからもヒョロヒョロが出ています。本体完成。土台を作りましょう。イメージは宇宙で銀河を疾走しているような感じ。紫や青などでグラデーションを作っていきます。星が輝いているイメージでキラキラしたパーツを散りばめます。最後に土台に乗せたら色違いのメガレッグ座完成です。下がレジンなのでこちらもライトアップしてみましょう。今回の動画はいかがでしたでしょうか。チャンネル登録や高評価、感想のコメントなど待っているのでぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。